この本を読むだけであなたの情報の使い方が劇的に変わります。情報過多の現代、SNS やニュースに振り回されていませんか？そんなあなたに朗報です。山本太平さんの消耗せずに成果が出る情報の捨て方はあなたの悩みを解決する一冊です。この本は情報を捨てる力を身につけ、日々のストレスを軽減しつつ重要な情報に集中する方法を教えてくれます。この動画では本の重要なポイントを分かりやすく解説し、どんなメリットがあるのかを実体験を交えながらお伝えします。何を捨て、何に集中するべきかが分かる具体的なヒントを得られる内容です。ぜひ最後までご覧ください。視聴後には不要な情報の洪水から抜け出し、自分らしく効率的に生きるコツがつかめるはずです。ポイント1、情報を捨てる重要性。現代社会では日々膨大な情報が私たちに押し寄せています。 SNS、メール、ニュースフィード、必要な情報だけを受け取っているつもりでも、そのほとんどは不要な情報です。本書ではこの不要な情報を意識的に捨てることの重要性を説いています。著者の山本大平さんは情報の取捨選択を人生をコントロールする術だと表現しています。例えば SNS で得た断片的な情報に影響を受け、急に予定を変えたり感情を乱されたりした経験はないでしょうか？これらはあなたの時間や心のリソースを無駄に消耗させるだけでなく、長期的な目標達成を妨げる原因にもなります。情報の捨て方としてまず重要なのは、自分が求めている情報の基準を明確にすることです。本書では 99% の情報は不要であり、必要なのは 1% だけという考え方を提案しています。この視点を持つことで、私たちは効率的に重要な情報にアクセスし、それを活用することができるようになります。例えば、著者は仕事を進める上で必要な情報以外には1切手を出さないスタイルを採用しています。これは短期間で高い成果を上げる秘訣として紹介されています。また、情報を制限することで無意識のストレスや焦りを減らし、本当に大切なことに集中できるというメリットもあります。この部分を読んで自分自身の生活を振り返りました。特にスマホの通知に振り回される日常を思い出し、確かに多くの情報は不要だと強く共感しました。本書に書かれている情報ダイエットの考え方を実践し、実際に SNS の通知をオフにするだけで集中力が向上しました。ポイント2、必要な情報に集中する方法。多くの人が情報過多の中で迷い、どれが本当に重要なのか分からず効率を落としてしまいます。本書では必要な情報に集中する方法として以下の3つのアプローチを提案しています。1、ゴールを明確にする。まず、自分が達成したい目標を具体的に設定することが重要です。例えば、今年中に資格試験に合格するといった目標がある場合、その目標に関係しない情報を徹底的に排除します。山本さんは、ゴールが曖昧だと余計な情報に目を奪われると警告しています。2、フィルタリングの技術を磨く。次に、自分にとって価値のある情報を見極めるスキルが必要です。本書では情報を3つのカテゴリー、必要、重要、不要に分けて分類する方法を解説しています。この技術を使うことで、例えば SNS のタイムラインを見ていても、この投稿は自分の目標に関係あるかと瞬時に判断できるようになります。3、情報を制限する環境を作る。最後に、不要な情報が入り込まない環境を整えることが大切です。山本さん自身、スマホの通知をオフにしたり、フォ
フォローするアカウントを厳選することで必要な情報だけを受け取る仕組みを構築しています。さらに情報収集の時間を1日1時間に限定する情報収集タイムを設けることも効果的だと述べています。この部分を読んで私も情報のフィルタリングの重要性を強く感じました。特にゴールを明確にするというアドバイスは日々の選択をスムーズにし、無駄なストレスを軽減する助けになりました。また実際にスマホのフォローリストを整理したところ、必要な情報だけが目に入るようになり、日々の時間の使い方が大きく変わったと感じています。ポイント3、情報を選び抜く力を鍛える方法。情報過多の時代では膨大な情報の中から本当に必要なものを選び抜く力が求められます。本書ではこの力を鍛えるための具体的な方法が紹介されています。1、情報源を厳選する。まず自分にとって信頼できる情報源を選ぶことが重要です。著者は情報の質は情報源で決まると述べています。例えば SNS であればフォローするアカウントを目的に合わせて選び、不要な情報を発信するアカウントはミュートや解除することを推奨しています。さらにニュースサイトや専門家のブログなど特定の分野で信頼性の高い情報源をリストアップすることで選択の精度が向上します。2、情報を精査する習慣を持つ。情報を得たらそれを鵜呑みにせず必ず精査することが必要です。本書では情報を精査する際に3つの質問を投げかける方法が紹介されています。この情報はどのような背景で発信されたのか、私の目標達成に役立つか、他の情報源と矛盾していないか。これにより表面的な情報に振り回されず確かな情報を得られるようになります。3、選択肢を減らすことで選ぶ力を鍛える。選択肢が多すぎると判断力が低下する選択のパラドックスを防ぐため、最初から選択肢を絞ることが推奨されています。著者は日常生活での例として毎日の服を決める際にあらかじめ選択肢を限定するといった行動を挙げています。この考え方は情報選択にも応用でき、効率を高める方法の一つです。この部分を読んで私自身も情報の精査の大切さを改めて実感しました。特にニュースを鵜呑みにせず複数の情報源を確認することは自分の理解を深める上で欠かせないと感じました。また情報源を厳選することで日々の情報の流入量が減り、心に余裕が生まれたのを実感しています。印象的なエピソードや引用。本書で特に印象的なエピソードは著者自身が体験した情報を捨てる勇気に関するものです。山本大平さんは戦略コンサルタントとして働いていた頃、常に膨大な情報に囲まれた生活を送っていました。上司や同僚からのメール、業界の最新ニュース、クライアントからの要求、これら全てに応えようとする日々は心身ともに疲弊するものでした。ある日、著者は自分が本当に必要な情報だけに集中すべきではないかと気づきます。そして仕事に関する情報を厳選するルールを作り、不要なメールを即座に削除し、読むべきニュースを絞り込むようにしました。また SNS の利用時間を1日30分に制限し、情報収集に使うツールを3つに限定したと語っています。驚くべきことに、この実践を始めてから著者の仕事の効率は大幅に向上し、ストレスも軽減したとのことです。さらに本当に重要な情報を深く理解する時間が増え、クライアントからの評価も高まったと述べています。著者はこの経験から次のような重要なメッセージを伝えています。
情報を全て手に入れるのではなく、本当に必要な情報だけを選び抜くことが成果を上げる秘訣である。この言葉は情報洪水の時代を生き抜くための本質的な指針となるでしょう。このエピソードを読んだ時、特に情報を捨てる勇気に感動しました。自分も同じようにあれもこれも手に入れたいという欲望に振り回され、疲れ果てていた経験があります。この話をきっかけに私も情報の整理と厳選を始めました。その結果、心に余裕ができ、より質の高い時間を過ごせるようになったのを実感しています。実践的な応用方法。本書で紹介されている情報の捨て方や選び方は日常生活にも簡単に応用できます。以下に具体的な方法をいくつか挙げてみます。1、情報のダイエットを始める。まずは情報の流入を意識的に減らすことから始めましょう。例えばスマホの通知をすべてオフにし、メールチェックの回数を1日2回に制限するだけで大量の不要な情報から解放されます。また SNS のフォロー数を減らし、特に役立つアカウントだけを残すことで時間の無駄を大幅に減らすことができます。2、自分専用の情報基準を設定する。情報を選び抜く際には自分の目標に役立つかという基準を明確にしましょう。例えばキャリアアップを目指しているなら、業界の動向やスキルアップに関する情報を優先的に収集します。一方で娯楽や感情を煽るようなニュースは避け、集中力をそがれない環境を整えます。3、情報整理の時間を決める。毎日決まった時間を情報整理タイムに当てるのも効果的です。この時間に集めた情報を見直し、役立ちそうな情報だけを保存します。不要なものはその場で削除することで、頭の中もデジタルデバイスもすっきりと保てます。私自身、スマホの通知をすべてオフにし、メールチェックを1日2回に限定したことで、驚くほど集中力が上がりました。特に SNS のフォローリストを整理した際は、タイムラインが本当に必要な情報だけで埋まり、時間の無駄がなくなりました。また、毎晩15分だけ情報整理の時間を設けることで、次の日の準備がスムーズになり、余計なストレスを感じることもなくなりました。これらの実践方法は誰でもすぐに始められるものばかりです。情報洪水の中で悩んでいる方にぜひ試していただきたいと思います。まとめです。消耗せずに成果が出る情報の捨て方は、情報洪水の時代を生き抜くための貴重なガイドブックです。本書の最大の魅力は、情報を捨てるというシンプルなアイデアを実践可能な形で分かりやすく提案している点にあります。現代社会では多くの人が日々膨大な情報に触れ、それがストレスや疲労の原因となっています。本書はそんな悩みを抱える人々に何を捨て、何を残すべきかを教えてくれます。また、具体的なアクションプランや著者自身の体験談が豊富に含まれているため、読者はすぐに自分の生活に取り入れることができます。さらに、本書は単なる情報整理術にとどまらず、人生の優先順位を見直すきっかけも与えてくれます。特に必要な人間関係に集中するというメッセージは、現代の人間関係に悩む多くの人にとって心に響く内容です。本書を読んで、私自身の情報との付き合い方が大きく変わりました。SNS の利用を見直したり、必要な情報源を絞り込んだりすることで、驚くほど心が軽くなりました。また、情報を減らすことで集中力が高まり、成果を上げられるという著者の考え方を実践し、確かな効果を感じています。この本は特に情報に振り回されがちな人や、仕事や生活で効率を上げたい人におすすめです。ぜひ一度手に取ってみてください。消耗せずに成果が出る情報の捨て方
は情報に振り回される生活を改善し、自分にとって本当に必要な情報に集中する力を身につける一冊です。今回の動画では本書の要点を解説し、日常生活や仕事での応用方法についてもご紹介しました。この本を読むことで情報の洪水から抜け出し、より効率的でストレスの少ない生活を手に入れることができます。もしこの内容が参考になった場合は、ぜひ本書を手に取り、実際に読んでみてください。また、あなたの感想やこの本を読んで得られた気づきなどがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。私も皆さんと意見を共有できるのを楽しみにしています。そして、チャンネル登録や高評価もよろしくお願いいたします。次回の動画では、さらに興味深い本をご紹介しますので、お見逃しなく。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。